お、こんな時間に来たんか？どうした？また夜中眠れへんのか？うん。なんか嫌なことがあったりとかさ、明日に緊張するようなことがあったりすると、眠れへん時ってあれやんな。まあそういう時にこういう、人の話を聞きに来たりとか、まあでも、あんまスマホの画面とか見すぎたらようないけどな。でも人の話聞き流しながら寝るっていうのは結構悪くないと思うで。うん。じゃあそうやな。どうしようかな。なんかお話でも読んであげようか。ちょうどなんか珍しい話見つけてんな。よくこの動画では左下にウサギがおんねんけどそのウサギにまつわる昔話を見つけて、ちょっと読んでみようかなって思ってんな。うん。よかったら聞いてみてな。うん。昔々の大昔、月には大勢の王子様が住んでいました。王子様はみんな明るく元気で、遊ぶことが大好きです。いつも月の世界で走ったり歌ったり追いかけっこをしたりして過ごしていました。ある日のこと、月に雪が降りました。キラキラ、ひらひら、キラキラ、ひらひら。輝きながら舞い降りてくる真っ白な雪に王子様たちは大喜びです。わーい、雪だ雪だ。何をして遊ぼうか。王子様たちが雪を手のひらに乗せたり、そっと口に入れてみたりしているうちに、雪は月一面に真っ白に降り積もりました。なんて美しいんだろう。まるで真珠を敷き詰めたようだ。一人の王子様が雪を両手で包んで、ボールのように丸く固めました。そして雪の玉を近くにいた王子様に投げつけたのです。うわ、冷たい。ぼーっとしているからだよ。お返しだ。ぶつけられた王子様も雪の玉を作って投げ返します。それを見ていた他の王子様たちも一緒になって雪合戦を始めました。それ。わ、冷たい。今度は僕の番だ。えい。下手くそだな。その時、王子様の投げた雪玉の一つが月を飛び出してしまったのです。月から飛び出した雪はどん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 飛んでいって、とうとう地球まで行ってしまいました。その様子を神様が見ていました。神様は地球に落ちていった美しい雪がやがてお日様に溶けて消えてしまうのはもったいないと思い、地球に落ちた雪に長い耳と目と鼻と口、それに4本の足と小さくて可愛い尻尾をつけて命を吹き込みました。神様に生命をもらった地球の雪はたちまちぴょんぴょんと跳ね回りました。神様はにっこり笑って言いました。そなたの名前はウサギ。ウサギにしよう。ウサギよ、地球で幸せに暮らすのじゃよ。こうしてウサギが生まれたということです。おしまい。最初の王子様のくだり何やったんやってぐらい突然ウサギが生まれるっていうね。どうやった？ウサギってこんな風に生まれたんやなって分かってよかったやろ。そんなわけないってまあこれ昔話やからな。そんなに本気にしたらあかんで。なんでもな、ファンタジーの世界観大切にしや。分かった？よしよし、ええ子やな。今日も一日を頑張って偉いで。でもあれやんな、ほんまやったら話読んでる最中に寝なあかんもんな。こうやってこの俺が今喋ってるとこまでさ聞いてるってことは寝れへんかったっていう前提やもんな。まあでも毎日大変やろ。
学生さんも社会人もな、主婦やってる人も大変やと思うわ。人間ってどんな立場の人でも大変なことでたくさんあるからな。大変なことばっかりやからな。とか言ってたらなんか人生つまんなそうやんな。それもあるけど、ちゃんとね、楽しいこともあるからな。もちろんそうや。どんなに絶望的な状況とか悲しいこととかもあるかもしれんけど、そんな時でも楽しいことだけは忘れたらあかんで。もう人生を無理やり楽しめとは言わんけどな。大丈夫か？今もなんか寝れへんのやったら緊張で体の変なところに力入ってんちゃう？ちゃんと仰向けで寝てみ。仰向けで寝てお腹で呼吸してみ。みたいな感じでな。今のちょっと早いけど。お腹で呼吸するって大事やからな。なんか胸で呼吸してたら人間って緊張してまうから、ちゃんとお腹でゆっくり呼吸すんねんで。で、お腹の呼吸仕方わからんかったらさっき言ったみたいにちょっと横なって、横なったら大体の人お腹で呼吸してまうからな。鼻から大きく息吸って吐いてって。これを立ってる時に無意識にやるって結構大変なんやけど、呼吸はマジで大事。なんかうさんくさい宗教みたいけどな、言ってることはな。呼吸を大切にしなさいみたいなね。でも結構大切なことやね。ちゃんとした息遣いで生活するっていうのな。そうやな。今これはちゃんとベッドで聞いてる？寝れへんとか言うて、パソコンの前座ったりとか、なんか明るいとこいてスマホいじりながら見てたりとかしてへん？ちゃんと電気消して、ベッドの中に入りゃ寝れへんでにしてもな。そうそう。わかった？よし、子やな。偉いで。ほら、じゃあこっちにもっとおいで。おいでおいで。よしよし、子やな。はい、ぎゅー。大丈夫やからな。過度に不安があったらあかんぞ。あかんぞってなんか強い言い方やけどな。不安に思うことないねんで。この動画を見てるってことはみんな優秀な人ばっかやからな。なんやその理屈いてな。よしよし、大丈夫やぞ。なんとでもなるって思っときほんまな。当てのないことやけどな、こんなんな。根拠のない自信を持つことは結構大事やで。大丈夫か？緊張に押しつぶされたらあかんぞ。もう全然なんとでもなんやからな、結果なんてな。失敗しても成功してもな。どっちにしたってそれぞれの道があんねやから。そやで。大丈夫やからな。できれば俺もうまくいってほしいけどな。今緊張して何かを控えてる子とかいんねやったらな。頑張りや。よしよし。じゃあもう一個ぐらいお話読むか。できればお話読んでるうちにねえや。ねえやっていうのもなんかあれやけどな。ちょっと時間を先延ばしにするためになんか読もうか。金ピカの夜間とかいう話なんで、これにする？どうしようかな。半殺しと半殺しと皆殺しっていう話もあるけど、なんやこれ。狐の仕返し。鶏のおなら。なんかすごいタイトルすごいね。昔話って。今昔話のさ、無料で読めるサイトみたいな見ながらさ選んでんねんけど。じゃあ金ピカの夜間行こうか。なんかこれかわいいし。昔々あるお寺の床下にタヌキが住んでいました。このタヌキは頭の毛が薄いことからハゲタヌキと呼ばれていたのですが、ひどいあだ名やな。なんとこのハゲタヌキは人助けが大好きなのです。いいタヌキやねんな。ある年の暮れのこと、ハゲタヌキがお寺の近くの豆腐屋へ油揚げをもらいに行くと、豆腐屋の主人がため息をついていました。
困ったな。こうもお金がなくては豆腐を作る豆も買えない。これを聞いたハゲタヌキは豆腐屋の主人に言いました。心配せずとも大丈夫。いつも美味しい油揚げをいただいている恩返しにおいらが何とかしましょう。そしてハゲタヌキは金ピカのやかんに化けて自分を売るように言ったのです。やかんは間もなく通りかかった金持ちの旦那に買い取られました。これはいい買い物をした。全く素晴らしいやかんだ。もっと磨けばもっと光るかもしれんぞ。旦那は早速やかん磨きを始めました。やかんに化けていたハゲタヌキはくすぐったいやら痛いやら。でもバレてはいけないのでじっと我慢していると、磨かれすぎてただでさえ薄い髪の毛がツルツルにされてしまいました。あ、大切な頭の毛が。これ以上磨かれてはたまらないので、ハゲタヌキは旦那が手を離した隙に逃げ出してお寺の床下に隠れました。ああ、こんなツルツル頭では恥ずかしくてどこにも行けないや。でも豆腐屋に恩返しができてよかった。本当によかった。それからもハゲタヌキは人助けを続けて人々に大切にされたということです。おしまい。寝たかな。でもあれやな、これさ、寝てるかもしれんから小声で喋るけどさ、騙されて買った金持ちのおっちゃんかわいそうやんな、これな。ただただやかんなくなったっていうね、買ってね。っていうお話でした。寝れたかな。よしよし、